マイの日本語ポッドキャスト。こんにちは。マイの日本語ポッドキャストへようこそ。マイです。皆さんお元気でお過ごしでしょうか？私は元気です。はい、前回ですね、入学式のポッドキャストをアップしたんですけれども、皆さんそちら見ていただけましたかね？その時、外で初めて撮影をしてみたんですけれども、本当にお天気が良くって、思ってた以上にすごく気持ちが良かったんですよ。それで、もうほんと景色も良かったし、ね、気分的にもすごく良かったので、もう気に入っちゃったんですよ、私。外で撮影するの。で、今日もね、すごくお天気が良かったので、今日もちょっと外で撮影したいなと思って、はい、今日も外にやってきました。そう。で、前回その入学式のポッドキャストを撮影した時の場所と、今日のここの場所は近いんですけれども、でもね、ちょっと、今日は違う画角って言いますか、川。川と、あと後ろにスカイツリー見えますね。そう、川とスカイツリーっていうこの背景で今日はお届けしたいなと思います。そう、もう本当に今日も天気が良くって、とっても気持ちがいいですね。うん。はい。で、日本はもう桜もね、散ってしまって、もう桜は終わっちゃいましたね。だけど、天気がね、本当に良くって、で、風とかもすごい、今日ちょっと風があるんですけど、風もね、すごい暖かくて気持ちいいんですよ。なので、もう本当に完璧に春の気候っていう感じで、毎日毎日気持ちいいですね。はい。で、はい、皆さんは、日本旅行ってよく行かれますかね？よく行くよっていう方、1年にどのくらい日本旅行行っていますか？このね、私のポッドキャストを聞いてくださっている方たちはね、ご存知の方も多いかなって思うんですけれども、私はこのポッドキャストのチャンネルの他に、普段、日本語オンラインレッスンをやっております。はい。で、その私の生徒さんレッスンの生徒さんは、韓国の方が一番多いんですね。で、韓国と日本ってもう結構近いじゃないですか。だいたいソウルから東京まで飛行機で2時間ちょっととかかな。それくらいで着いちゃうんですよね。なので、私のその生徒さんたちもやっぱり日本旅行にたくさん行かれる方多いんですよね。で、本当に多い方だと、もう毎月のように、ほぼ毎月ですね。うん、日本旅行に行かれている生徒さんもいます。そう、今月はこことここに行って、来月はここに行きますみたいなね。レッスンでいつもそういった話をしてくれるんですけれども、本当にそういう話を聞いてると、こう日本人としてすごく嬉しい気持ちになりますね。うん。で、本当にたくさんいろんなところ、いろんな地域に行かれる方が多いので、本当に私が今まで行ったことない地域とかにもね、旅行されてて、なんか、そういう話を聞いてると、日本人の私より日本詳しいんじゃないかなみたいな。そう思うくらい、本当に皆さんね、日本旅行楽しまれてる方多いですね。うん。で、やっぱり、すごくそうやって日本旅行を楽しんでくれたりとか、日本が好きですって言ってくださると、本当に日本人としてすごく嬉しい気持ちになるし、ありがたいなっていう思いになりますね。うん。で、私はそういう日本旅行によく行かれている方を、そういう方とお話をすると、必ず気になるのが、日本のどんなところが好きなんだろうって思うんですよ。そう。だからね、必ず質問をするんですよね。日本のどんなところが好きなんですかって。
そうすると、多くの人が、まずやっぱりこの日本特有の雰囲気が好きっていう方だったりとか、あとは昔の日本の建物が好きとかね、そういう方も多いですね。あとは和食。和食が美味しいから大好きでよく行ってますとか、あとは、日本人は、こう礼儀が正しくって親切な方が多いから、旅行しているととても気分が良くなるので、また行きたいなっていう気持ちになりますっていうお話もね、うん、よく聞きます。はい。ね、この今私のポッドキャストを聞いてくださっている皆さんも、日本にね、興味があって日本語を勉強されていたり、日本に旅行行かれてる方って多いと思うんですけれども、皆さんは日本のどんなところが好きですか？うん、すごく気になりますね。はい。私本当にその外国人の方たちからなんかそういう話、どうして日本語を勉強しているのかとか、日本のどんなところが好きなのかとか、あとは今まで日本旅行に行ってみて、一番良かったところはどこかとかね、そういったお話を聞くのが本当に大好きなんですよ。なので皆さんももしよかったらね、どうして日本語を勉強しているのか、日本のどんなところが好きなのかっていうのをね、コメントでぜひ教えてください。楽しみにしています。はい。また、日本旅行のお話にちょっと戻るんですけれども、皆さんは日暮里っていう街知っていますか？これね、外国人の方に「日暮里って知ってますか？」って聞くと、結構知ってる方多いんですよ。で、「あ、知ってますよ」って言われると、なんかすごく嬉しい気持ちになるんですね。で、「なんで知ってるの？」って聞いてみると、もう大体の方が、「あ、だって、空港からスカイライナー乗ったら1本で着く駅じゃないですか」とか乗り換えの、駅としてよく利用してますっていうね、そういった、ことをね、よく聞きます。そう。確かに、確かにそうなんですよ。日暮里って、スカイライナーで1本で行けるところですし、乗り換えの駅としてほんとに便利だから、日本人もね、乗り換えで利用してる方すごく多いんですね。そう。なんだけれども、私日暮里すごく好きなんですよ。で、すごく好きな、日本人として、ちょっとね、やっぱり悔しい気持ちがあるんですよね。そうじゃないのにみたいな。乗り換確かに乗り換えも便利だけど、乗り換えだけじゃないのにみたいな。本当に日暮里って、便利な駅ですけれども、魅力はそれだけじゃないと私は思うんですよね。本当に奥が深い、とっても素敵な街だと思うんですよ。なので、やっぱりそれをちょっとまだ外国人の方たちにちゃんと伝わってないなってすごく感じたので、うん。なので、今日はすごくこう、日暮里について熱く語りたいなと思いました。はい。日暮里の魅力についてね、たっぷりご紹介していきたいと思いますので、ぜひ最後まで聞いていただけると嬉しいです。そしてこの舞の日本語ポッドキャストではメンバーシップもやっています。興味のある方はぜひ概要欄をチェックしてみてください。はい、皆さんは日暮里という名前の意味ご存知ですかね？実は日暮里は昔新堀と呼ばれていたそうです。なんですけど、桜とかツツジがすごく綺麗で本当に景色が素敵な場所だったみたいなんですね。でそれで、一日中そこで過ごしても飽きない里という意味で日暮らしの里と呼ばれるようになったそうです。でそれをキュッと短くして日暮里という名前になったそうなんですね。
ね、理由がとっても素敵ですよね。でも本当に日暮里って、桜が綺麗ですし、すごく素敵な景色も綺麗な街だと思います。で、東京ってね、聞くと、皆さん大体の方が渋谷とか銀座とかね、そういったキラキラした大都会みたいなところをイメージする人が多いかなと思います。で、日暮里も同じ東京なんですけれども、またちょっと違う雰囲気なんですよね。どちらかというと、日暮里は下町の雰囲気があります。で、この下町っていうのが何かっていうと、昔の日本っぽい雰囲気と言いますか。うん。そういった場所が残っている街なんですよね。なので、こう、キラキラした都会っていうわけではないんですけれども、すごく日本らしい雰囲気の残った素敵な場所かなと思います。で、私は1年にだいたい2、3回日本に一時帰国しているんですけれども、もう日本に帰ってきたら毎回必ず日暮里は行っている場所の一つなんですよ。うん、それくらい本当に大好きな街なんですけれども、もちろん今回の一時帰国でも、遊びに行きました。はい。で、今回、日本に一時帰国する時は、旦那さんとね、最初は一緒に日本に帰ってきたんですよ。だけど途中で、ちょっと旦那さんは仕事の関係でね、韓国に一度戻らなきゃいけなくなってしまって、戻ったんですよね。で、また2回目、日本に来てくれたんですよ。で、その時に、スカイライナーでね、空港からスカイライナーに乗って、日暮里まで、来てくれたので、私は日暮里まで迎えに行ったんですよね。そう。だから日暮里で待ち合わせをしたんですよ。うん。あの散々ね、乗り換えとかで利用するだけじゃないんだよ。魅力がすごい詰まった街なんだよって散々言っときながらいや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 みたいな乗り換えで降りた旦那さん迎えに行ってるじゃんみたいな話なんですけれどもそう。でも、そう、待ち合わせをして、で、日暮里の改札を出てね、お散歩とかランチとかもしたので、私たちは1日ね、その日日暮里で遊びました。うん。で、その日、旦那さんがこう日暮里に到着したのが2時過ぎ2時半近かったかな。そのくらいの時間だったんですよ。で、私たち2人とも、まだランチを食べてなかったので、お昼ご飯食べてなかったので、じゃ、まずご飯食べよっかっていう話に、なったんですね。で、私が結構前から気になっていたカレー屋さん、すごく美味しそうなカレー屋さんが日暮里にあって、で、そこ行きたいって言ったら、あ、じゃあそこ行こうって言ってくれて、旦那さんと一緒にそのカレー屋さんに行ってきました。で、そこのカレー屋さんは、ちょっとね、普通のカレーとは違って、薬膳カレーが売ってるお店なんですよ。薬膳ってわかりますか？いろいろなね、体にいいものが入っている、そう、カレーなんですけれども、私たちはその薬膳牛すじカレーというものを食べました。で、私たちはその牛すじカレーを食べたんですけど、その他にも、野菜カレーとか、あとは鶏肉カレー、海鮮カレーとかもありました。で、全部基本的に薬膳が入っているカレーになります。そう。で、薬膳カレーって聞くと、ちょっと薬膳の強い味、ちょっと癖がある味なのかなって思ってたんですけど、もうね、全然そんなことなくって、ほんと癖もなく、だけど、ほんのり、ちょっと薬膳が香る、感じで、すごく食べやすくて、本当に美味しいカレーでした。で、牛すじもね、とっても柔らかくって、コクもあるカレーでね、また次も行きたいなって思いました。はい。で、そのお店に私たちが行ったのが3時近かったんですよね。だけど、もうランチ
ランチの時間過ぎたし、人はそんないないだろうって思って入ったら、結構人がお客さんがいて、たまたまね、私たちが行った時、一席空いてたので、その席にすぐ座ることができたんですけれども、その後もお客さんが帰っては、また新しいお客さんが入ってって、もうすごくお客さんの多いお店で、人気のお店でしたね。はい。で、そのお店の名前なんですけれども、薬膳カレー自然所っていうお店です。はい。なので、カレー自然所とかでね、調べてみてください。とってもおすすめのお店です。でも、ちょっとさっき言ったように、お客さんが結構多いお店なので、時間によっては、もしかしたら待たなきゃいけない時もあるかもしれません。なので、私たちみたく、ちょっとランチの時間が過ぎてから行くのもいいんじゃないかなって思います。それで、カレーを食べ終わった後は、天気も良かったしね、お花見しようかっていうことになって、桜を見に行きました。で、その日、本当にタイミングがすごく良くって、桜が満開だったんですよ。うん。本当に綺麗に咲いていたので、お花見もね、したんですけど、今回は谷中霊園っていう場所に行きました。そう。で、霊園っていうのは、お墓のことですね。墓地がある場所です。で、旦那さんに、じゃあ桜見に谷中霊園行こうって言ったら、え、お墓で桜見るの？そんなお墓でお花見しちゃっても大丈夫なの？っていう風にちょっとびっくりしていました。うん。で、私はもう谷中霊園と言ったらすごく有名なお花見スポットっていう認識があるんですけど、でもやっぱり初めて聞いた方、特に外国人の方なんかはね、お墓でお花見って聞いたらびっくりしちゃう人多いかなと思います。うん。でも、日本ではお墓ってなんかすごく怖いっていう、そういったイメージよりも、なんだろうな、こう、ご先祖様が近くで見守ってくださっているっていう、そういった気持ちの方が強い人が多いんじゃないかなって思うんですよね。日本では、仏教式のね、仮想文化が一般的なんですよ。なので、自宅近くのお寺だったりとか、街の真ん中にお墓があるっていうこと結構よくあるんですね。なので、墓地の近くをお散歩したりとか、あとは日常的に、もう普段からまあ、近くの道を利用したりとかっていう風に、本当に生活の一部として利用している人がとっても多いんですね。だから、もしかすると他の国の人たちに比べて、お墓に対してのちょっと抵抗感っていうんですかね。ちょっと抵抗する気持ちっていうのがあんまりないかもしれません。そもそも谷中霊園は単なる墓地として作られたわけじゃなくって、公園のように設計された、場所なんですよ。なので、もう広い散歩道だったりとか、あとは、桜とかね、たくさんの木が植えられた形で作られたそうなんですね。で、谷中レーンには本当に大きな道があるんですけれども、その道もね、近所に住んでいる人たちにとっては、日常的に利用している、そういう道なんですよ。なので、近所の学生とかは、その道を通学路として普通に使っていますし、あとは通勤のために利用している人もとても多いんですね。で、さっきもお伝えしましたけれども、そんな谷中霊園はね、本当に桜の名所としてとても有名なスポットなんですね。なので、桜のシーズンになると、もうたくさんの方たちがお花見に来るんですよ。それで、その大きな道に、もう桜の木がたくさん植えてあって、もう本当に桜並木ですね。で、その道を、桜通りとも呼ばれているんですけれども、
そのね、桜通り、本当に桜が満開になると、すっごく綺麗なんですよ。桜のアーチができるんですよね。そう。なので、まるで桜のトンネルを通っているかのような、そんな気持ちになるんですね。で、私たちが行ったその日も、本当に綺麗に満開に桜が咲いていたので、もうまさに桜のトンネルのような感じでした。すっごく綺麗でしたね。で、その日は本当にたくさんの外国人の方も結構いらっしゃいましたね。たくさんの方がお花見していて、あとはワンちゃんたちもね、とっても気持ちよさそうに散歩していましたね。海外の方たちからは、もしかしたらね、霊園でお花見するってちょっと不思議な光景かもしれませんが、本当に谷中霊園はね、お花見スポットとしてとっても有名な場所なので、ぜひ一度桜のシーズンに東京旅行に来る方は、ぜひ行ってみてください。本当に綺麗です。そう。で、やっぱりこうスカイライナーでを日暮里を利用する方もね、多いと思いますので、もしお時間があれば、その時日暮里の改札を出て、ちょっと街もね、ぶらーっと散歩してみてください。今回は、お花見シーズンっていうこともあってね、私たちは谷中霊園を、たっぷりと散策したんですけれども、いつも日暮里に行くときはね、違うところも遊びに行っています。で、私たちが日暮里に行った時、必ず行く場所が、谷中銀座商店街っていうところですね。うん、この商店街もね、必ず行くようにしています。で、谷中銀座商店街はどうしよう。めっちゃ可愛い。あ、大丈夫です。可愛い。あ、気持ちいいね、散歩ね。ね、気持ちいいね。かわいい。うん？マルチーズ、そう。いや、かわいい。もうね、こうやって喋ってて、ずっと白いワンちゃんが、こう私の目の前こうやって歩いてて、気になっちゃって。いいね。天気がほんとに今日もいいから、ワンちゃんも気持ちいいね、お散歩してて。オッケー。じゃあもう一回喋るね。で、その谷中銀座商店街に、行く手前にね、えっと、夕焼けだんだんっていう階段があるんですよ。で、その階段もとっても有名なスポットで、そこから、その階段の上から、こう商店街の方を見ると、こう商店街の屋根とかね、こう続いてる道が見えて、とってもまた素敵なね、写真スポットなんですよね。それで、夕焼けの時間帯になると、その夕焼けと、その夕焼けで赤く染まった商店街を撮ることができるので、それもすごく有名なんですよね。で、本当に綺麗なんですよ、それが。うん。なんですけど、本当に残念なのが、その夕焼けだんだんの階段のね、すぐ横に最近マンションがこう建ち始めてしまっていてね、今工事中なんですけど、それで、そのすごく綺麗だった夕焼けの景色っていうのがね、あの、もうマンションに遮られてしまって、見ることができなくなっちゃったんですよ。うん。で、それが本当にちょっと悔しいなって思うんですけれども、でも、その階段の上から、こう商店街のね、雰囲気景色は見ることができるので、それだけでもすごく、楽しめるかなと思います。うん。やっぱりね、こう、どん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 街が新しくなっていったりとか、うん、マンションがた建ったことによって、少し昔とは違う景色になってしまったりっていうのは、少しね、寂しいなって
思う気持ちもやっぱりありますね。で、その、夕焼けだんだんの階段を降りると、谷中銀座商店街が始まります。で、この商店街は、そこまで大きくなくって、だいたい長さで言ったら170メートルくらいかな。うん、そこまで大きい商店街ではありません。なんですけど、その商店街の中はね、本当に昔ながらの雰囲気と言いますか、昭和レトロをもうすごく感じられる、本当に雰囲気が素敵な商店街なんですよ。そう。で、昭和レトロとかがね、好きな海外の方も多いかと思うんですけれども、そういった方には本当におすすめの場所ですね。私も昭和レトロがすごく好きなので、もう本当に昔ながらの商店街っていう感じを味わえるのでね、この谷中銀座商店街は本当に大好きな商店街の一つです。はい。で、やっぱり最近はね、大型ショッピングモールだったりとか、あとはネット通販とかがたくさんこう普及されたことによって、もうどん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 商店街が減っていっているんですよね。うん。なんですけど、この谷中銀座商店街は、やっぱりこう次の世代に伝えたい。この商店街、昔ながらの商店街をずっと守りたいっていう思いを持った人たちで、もう今でも大切に守られている商店街なんですね。で、この商店街は、本当にたくさん食べ物とかも売ってるんですよ。で、食べ歩きができるものとかもね、結構売っているので、それを買って食べながら商店街をちょっと歩いて楽しむっていうのもね、とってもおすすめです。で、この谷中銀座商店街でとっても有名なのが、コロッケとメンチカツです。とってもね、本当に人気なので、並んでいる人たちもね、よく見かけます。なので、この商店街も行ったら、ぜひコロッケとメンチカツも食べてみてください。とっても美味しいです。ちなみに、商店街って、結構早く閉まっちゃうんですよ。だいたい6時ぐらいになると、どんどんとお店が閉まっちゃうと思うので、あんまり遅く行ってしまうとね、商店街を楽しむことができないので、だいたい2時から4時ぐらいの間に行くのがベストかなと思います。はい。でも、日暮里って飲み屋さんも結構多いんですよ。なので、遅めにちょっと行ってね、昼過ぎとかから日暮里に行って、で、商店街とか谷中霊園を、散策してね、楽しんで、それから夜は、飲み屋さんでこうお酒を楽しむっていう、そういった、うん、コースと言いますか、そういった楽しみ方もいいかなと思いますね。はい。で、今ね、日暮里の魅力についてたっぷりとお伝えをしたんですけれども、あともう一つ私がね、本当に大好きなお店があるので、最後にそのお店もね、紹介させてください。そのお店はパン屋さんなんですけど、皆さんパンお好きですか？もし好きだよっていう方はね、ぜひこのパン屋さんも行ってみてほしいです。えっとね、日暮里駅からちょっと歩くんですよ。徒歩10分くらいかな。歩いたところにある、えー上野桜木あたりっていう、場所古民家エリアなんですけれども、その上の桜木あたりの一角にある、シンクっていうパン屋さんです。英語の think ですね。そう、シンクっていうパン屋さんなんですけれども、そこのパンが本当にめっちゃ美味しいの。本当に美味しいんですよ。で、そこのあたりっていう、エリアは全部が古民家になっているので、他のお店も古民家なんですよ。古民家レストランだったりとか、あとパン屋さんの他に、オリーブオイルとかお塩が売ってる専門店とかもあります。
うん。で、どのお店も本当に雰囲気がいいので、そう、パン屋さんだけじゃなくて、その周りのお店もぜひ見てみてください。で、その Think っていうパン屋さんはね、すごく人気なお店なので、結構時間によっては並ぶ時もあります。で、早く行かないとどんどんパンも売り切れちゃうので、早めに行くことをお勧めします。で、そのパン屋さんは、ハードパンだったりとか、あと美味しい食パンとかね、いろんな種類が売ってるんですけれども、その中でも特に私がおすすめしたいのが、ミルクフランスです。はい。あのね、そのミルクフランスが、これくらいの大きさなんですけれども、ちょっとね、少し硬いんだけど、中はふわふわのパンっていうのかな。うん。そのパンに、その間にね、ミルククリームがたっぷりと挟まっているんですよ。で、そのミルククリームもね、すごく濃厚で美味しくって、そのパンとの相性が抜群なんですね。なので私はいつもそのパンを買ったら、家でコーヒーと一緒に食べています。はい。で、そのパン屋さんはね、テイクアウト専門店なので、はい、店内で食べることはできません。うん。なんだけど本当にそのね、古民家エリアになるので、その雰囲気もね、すごく本当に素敵なので、ぜひ行ってみてください。はい。ということで本日は日暮里についてお話ししました。いかがでしたか？やっぱりね、大体の方が日暮里って聞くと、やっぱり乗り換えの駅のイメージだったりとか、スカイライナーでピューッと行ける駅っていうね、イメージがとっても強いかなって思うんですけれども、実際に日暮里降りてみると、本当に新しい発見がいっぱいある街なんじゃないかなって思います。本当に本当に魅力がたくさん詰まった街なのでね、ぜひ、東京旅行に来た時は、ただ乗り換えだけで利用するのではなくって、少し、駅の周りだけでもいいので、散策してみてほしいなって思います。そしたら、え、日暮里ってこういう街なんだ。へえ、すごく素敵じゃんって思ってもらえるんじゃないかなって思います。はい、本日も最後まで聞いてくださってどうもありがとうございました。また次のポッドキャストでお会いしましょう。バイバーイ。